こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は 3D プリンター入門にフリーCADの基本的使用方法についてお送りします。それでは、今回はフリーCADで新規に作図を行う方法から説明したいと思います。フリーCADが立ち上がったら、この画面で新規作成をクリックします。するとこのような画面となりますので、左側のコンボビューでモデル名をわかりやすい名前に変更します。下のプロパティ画面のラベルの部分の表示を右の画面のようにわかりやすい名前に変更してください。次にメニューよりスタートを押すとドロップダウンリストが表示されますので、その中よりパートデザインを選択します。するとコンボビューのタスクにボディを作成が表示されますので、ここをクリックします。次にスケッチを作成をクリックします。すると右のような作図を行うベース平面が表示されます。このベース平面にカーソルを合わせ、描きたいベース平面を選択します。選択されたベース平面はオレンジ色に変わりますので、ここでクリックを行ってください。そうすると、右の画面のような作図画面となります。この作図画面では、最初はグリッドが表示されていませんが、右上のグリッド表示、切り替えを押すとグリッドが表示されます。それでは図形を描いてみましょう。最初は直線を描きます。メニュー下のスケッチャージオメトリより直線を選択し、任意の2点でクリックを行います。すると左のような形で直線を描くことができます。この直線を描くモードは、エスケープキーまたは他のジオメトリーを選択するまでは続けて描くことができます。図形を削除するには、図形の選択を行い、デリートキーを押します。図形の選択は、線分上でクリックを行うと緑色に変色しますので、ここで、デリートキーを押してください。また、複数の図形を選択するには、図形の外側でドラッグを行い複数図形を選択しデリートキーを押します。描いた図形を移動するには、頂点でクリックしたままドラッグします。そして位置を確定するには、もう一度クリックを行います。次に円の描画について説明します。ジアメトリより円の描画を選択し、中心位置でクリックし半径を広げていきます。そして適切な場所でもう一度クリックすると円が完成します。マウスでの画面操作について説明します。マウス操作のガイドは、右下のマウスマークの上にカーソルを合わせるとこのスライドのように表示されます。図形の選択は左クリックで行います。画面のズームは、ホイールを手前に引くと縮小、反対側に回転させると拡大できます。画面の回転はホイールを押したまま左ボタン、あるいは右ボタンを押しながらマウスを動かすと画面が回転します。ホイールのボタンを押したまま、左右、あるいは上下に動かすと画面をその方向に移動することができます。また、ホイールをクリックすると、その地点を中心とした画面に再描画されます。マウスによる画面操作について説明します。その操作のガイドはこちらの方の CAD というところですね。こちらにマウスオーバーするとこういう風なガイドが出てきます。で、まず左クリックですけども、これは図形をこう選ぶときにこう使っていきます。で、こういうのを線分を選んでやるっていう場合ですね、これを消してやりたいとかそういう時に図形を選んで、例えばデリートするというような形で使っていきます。で、複数を選ぶような場合はこういうふうなドラッグしてこう囲んだ状態で複数を選んで、デリートするとかそういうような形で使っていきます。それから次に、このズームですね。手前に、ホイールを引いてやると縮小で、そして前の方にホイールを転がすと拡大というような形になります。で、次にですね、今こちらの方ずれてますけども、これを、こちらの方に移動してやりたいときは、
ホイールを押したままこう左右にこう移動したり上に下に移動するっていう画面操作ができます。それから例えばこの辺りを中心にしたいときはここでホイールをクリックしてやります。そうすると画面の中心に今ホイールをクリックした地点となります。この原点のところですね、ホイールを押し込んでやります。そうするとこれが真ん中に画面の中心になるという形ですね。それからあとですね、このホイールを押してから、左クリックまたは右クリックですね、っていうのをやってみましょう。ホイールを押してやって左クリックをしてこう移動、こういうふうな画面をこう回転するというような形ですね。ホイールを押したまま右、ボタンを押す。そしてこう動かすという形で動かすと、画面を回転させることができます。それから画面操作はですね、マウスだけじゃなくてこのサイコロですね、で、行うこともできます。上って押すと上から見た画面で、こちらの方の、三角を押すとこういう形で回転させることができます。回転させることができます。それからこちらの方の、ツールバーの方にですね、こういうような操作で、視点の変更をするということもできます。今回はフリー CAD の基本的な使い方について説明をします。まずは立ち上がったら新規作成のボタンを押します。そうするとこういう画面になります。こちらの方に図形を書くものですね。そしてこちらの方にコンボビューというものがありますけども、ここに、いろんなオブジェクトの配置が出てきます。こちらに属性が表示されます。で、最初こちらの方を見てもらうとアンネームドになってますけども、このモデルの名前をですね、こうクリックすると下の方にこういうふうな形で、表示されます。ここで、ラベルのとこですね、名前変えたかったら例えば、サンプル1とかそういう名前をつけます。そしてこちらの方に、オブジェクトを配置していくようになります。それでは最初にこのスタートのところから下の方でパートデザインを選んでやります。そして、ボディを作成というボタンがありますので、これリンクをクリックしてやると下にスケッチを作成というのが出てきます。このスケッチを作成をボタンを押すとこういうような平面が出てきます。で、どの面に対して、スケッチ、作図するっていうことですね、をするかをこう選んでやってクリックします。そうするとこういうような、画面になります。で、こっちが原点になって、ここに図形を書くんですね。例えばこちらの方の直線を作成っていうのを選んでやると、こういう形で直線を描くことができます。で、直線を作成のツールを選ぶとこういうような形で、連続して直線を作成することができます。次のモードに変更したかったらエスケープを押してください。で、例えばこちらの方ですね、四角
を選んでやって、こういう形でやりますけども、決定はクリックをして決定します。そしてエスケープで、次のモードにするという形になります。今描かれたのがこんな形ですね。で、こちらの方、今エスケープで、こちらのモードになったんですけども、モデルのところにすると、このスケッチっていうファイルが今作成されたのが分かります。再編集したかったらこれをダブルクリックします。そうすると元のモードになります。それではこの図形を消すにはっていうことですけども、消すにはですね、一つの方法はこの例えば線なら線を選んでやってデリートを押せば消すことができます。で、こういうふうに囲んでやってデリートを押せば囲まれたところは全部消えるというような形になります。それではもう一度図形をこういうふうに選びます。で、ここで決定ですね。で、頂点の移動は頂点に合わせてクリックしてドラッグします。こういう形でドラッグすると形状を変えることができます。で、これで決定で閉じるですね。そうするとこういう図形が描かれた状態になります。それでは次にこの図形を使用して立体形状を作ってみます。で、今選ばれた状態にしておいて、こちらのパッドっていうものですね。これを選びます。そうするとこういうような、立体の形状になります。で、これを大きさを変えたかったらこっちの長さのところですけども、この長さのところ今10ミリになってますけども、例えば15ミリというような形で出るとこういうふうに、厚さを変えることができます。それではこの図形に追加してですね、もう一つ立体形状を作ってみましょう。ボディを選んだ状態で、ここでスケッチを押します。で、今度はこちらの面に対して作ってみましょう。それではこの面に対して円を描きます。はい。それではちょっともう少し小さくしましょうかね。このぐらいにしましょうか。そして閉じましょう。そしたらこの円に対して先ほどのパッドを適用します。そして長さを変えてみましょう。今回は面に対象にするっていうこれですね。面に対して対象をクリックしてやって、この寸法を書いていきましょう。こうすると、こんな形でですね、複合した立体形状を作ることができます。保存の方はファイルより、こちらの保存を選んでやって、ここで名前をつけてやって、テスト0とかつけてやって保存することができます。平面図形より立体を作成するには、最初に平面図形を書きます。そして作図画面を閉じ、パッドボタンを押すと、右下のような画面となります。ここで長さを調整し立体の厚さを整えていきます。
次に穴を開ける操作について説明します。立体図形を作成した後、穴を開ける平面をクリックし選択を行います。そして、スケッチボタンをクリックし作図モードに移行します。今回は、この面に円を作図し、この画面を閉じます。こちらがスケッチモードを終了した画面となります。ここでツールバーより、ポケットボタンをクリックしていきます。するとこのような形で、円柱形に穴が開いた図形が表示されます。穴の深さは、左画面の長さの値を調整することによって深さを調整することができます。それでは立体形状の作成と穴開けについてやっていきましょう。最初にこちらの方ですね、パートデザインにしておきます。そして、タスクのところでボディの作成、そしてスケッチで、こちらの方、作画の面を XY プレートを今回は選びます。そして、最初にですね、四角を作ってみましょう。ここで中心配置長方形を選びます。ここで中間点を選んでやって、例えばこういうような四角を作ります。そして、閉じるを書くとこういうような四角ができます。ここでこちらのパッドを作ります。で、こちらの方をですね、長さを調整してやります。こういう形で調整するんですね。で、今23ミリに調整しました。で、OK を押します。で、これを使って、ここに穴を開けて箱を作っていきます。それではまず、モデルをクリックしてやって、ボディをクリックした状態で、この面を選びます。上の面に、スケッチを書いていきます。で、こちらの方ですね、先ほどと同じように、これを選びましょう。そして、中心を選んでやって、こういう形でですね、四角を描きました。そして閉じるを押します。そうするとこの上面にこういうような、四角を今描くことができました。これに穴を開けていきます。で、今回はこちらの方ですね、ポケットを作っていきます。そうするとこういうへこみができます。先ほど23ミリだったので、この長さを20ミリにしましょうか。ここで、20ミリをしてやります。そうするとこういう穴が開くんですね。じゃあもう一つ穴を開けてみましょうか。こちらの面に穴を開けてみましょう。で、こちらの方でスケッチを描いていきます。で、今回は、この六角形を使いましょうか。これで、ここで、こんな形の図柄を描いて、で、閉じるを押します。先ほどと同じような形でポケットを選んで、そしてこれを、長さを調整していきますね。そうすると向かい側にも穴が貫通した状態になります。で、ちょっと全体を見てみましょうか。こういう形ですね。こういう形で、作画ができました。